水は下へ流れる、リングは上から下へ落ちる、もう世の中大原則ですよ。現役決算やけんどあえて買いに来る。ちょっと買い物やったかな。人はどう思うとね、俺はそう考えて感じたわけや。これ言うじゃんか、どやーってね、鼻が高くなるわけや。これね、とったで。88歳の現役トレーダー藤本茂さん。投資歴は69年。毎日パソコン3台を駆使し、現在の資産はおよそ18億円。今回は藤本さんの一日に密着し、株式投資の魅力に迫ります。この番組は日本経済新聞社と岩井コスモ証券の提供でお送りします。藤本茂さん、88歳。時間は午前2時。藤本さんがチェックしているのは米国市場。やっぱり気になるのは為替でやっぱり円安円高で物が動くから、これはもうパーセンテージゼロですよ。今0.01上がったやから、だからほとんど動いてない。日本の株はアメリカで取引しとんやから、現在取引してるから、日本は安いんだけどね。例えばこれ住友商事が ADR で今3850円で取引やってるわけや。2時35分ね。2時ちょっと時間ずれたけどね。そしたら山いうのがあって、森があって、木があって、枝があって、葉っぱがあるというこっちやからね。ニューヨークダウ平均が全体としたって、ここの銘柄は動き違うから、4時か4時10分のうちに新聞が来るんですよ。新聞が来たらそれから新聞を点検してまた銘柄が研究せなあかんわけよ。それだって朝の2時に起きる必要がないもんな。やっぱり顔か売ろうかという気持ちあるから、朝早起きてな、バカなことしまんねん。午前4時、日本経済新聞が届きました。それで今からね、ちょっと作業しますね。藤本さん、何をしているのでしょうか。これ考えてくるんですよ。項目なのよ。ここに切り抜いたやつを貼り付ける。この内容を調べる。内容を調べるにはこれ8時37。これ8時37。これは23発減、70発減、むちゃくちゃ悪いやん。もうこれがガタッとくる、追ってくるわ。その結果、これ決算見て今日の株に反映されるんやけどね。悪いわな。だから僕の判断ではこれは B マイナスですわ。A、B、C で立って、例えば UI コスモやったら7月26日金曜日の16時30分に決算発表したっていうしたわけ。これを次の投資の材料にするんやね。ここで藤本さんに良い銘柄の選び方について教えていただきました。基本はやっぱり増収増益増配で、もう一つ言った自社株買いのもう一つの株主優待かな、
これによって株が上がるわけやね。もう一つみんな三大要件でパーと PBR と利回り、これも絶対条件。これね。RSI って分かる？分かる？例えば RSI 見るね。これキロで28ぐらいやな。この2138。もしこれ50円が下がったらまあ RSI がどんどん下がる。そのまままた買い場なの。そうそうそう。まあ例えば地球はといったら360度見る角度になってみたら景色がちゃうわけな。株もそう。全部が全部影響が出たらえない。もうその時も株もとにかく全部がったらもうドーッとあれでもう80ぐらいいってまう。どっか悪いとこあるからあれであるな。そんな兼ね合いやな。続いて証券会社の選び方についてお伺いしました。それから取引の安いところ、手数料の安いところ、取引しやすいところ、丁寧なところがやっぱり一応やな。選ぶ、証券会社選ぶのはね。僕らね、岩井コースでね、月1000回コースでね、1000回分は月初め金払っとくんですよ。5万なんぼ。そしたら1回の取引がね、56円。だから高いとこやったら仮に3000万円で取引をするとしたらは、だいたい 1% かかるからなんぼ30万かかるわけ。それ3000万円の 1% って各社バラバラやからね。それが50何円とか、そんなんでできるんや。藤本さんが初めて株と出会ったのは今から69年前。まだ19歳の時です。ペット勝負しとってね、一生証券の専務取締役がおったんですよ。その人がね、小鳥が好きで話しとったんですよ。それで結局株の世界行ったんですよ。シャープとか大熊とかね、日清結構だらねよ。その後、転換社債を株式に転換することで出る葉株に魅力を感じ、専業投資家へと転身します。葉株買い取り制度でね、葉株で葉株いたらね、今は100株とかなんだけど原則は1000株なの。999って葉株なのよ。それ証券会社売れないんですよ。それをその日の終わりで買い取るよっていうのが葉株買い取り制度ができたわけや。そして66歳の時、ネット取引を始めます。2002年ぐらいやったかな、ネットやったかな。それまではみんな対面でね、証券会社に営業マンがおってね、証券会社であれ行くもんかこれ行くもんかとなるね、交代で雇ったが普通取引ね。いやもうこの新聞株や。パソコンなんかみんな分からへんよ。ネット取引を行う高齢者として取材を受けるようになりました。やっぱり人のため、世のためがちゃうかな。人にもしてもうたらね、俺らもあと5年も10年も生きてたらええとこやからな。あれで藤本ちゃんの見てから株やってちょっと小遣いたまってよかったな、ああいう人が一人でも増えてくれたらね、僕は嬉しいよね。それやったらこれじゃこっちもこっちもわーっと集まってきるわけや。ネット証券の売買動向なんか見てもですね、若干売買代金が減っていたり、東証全体で見てますね、形で個人投資家とかを中心にですね、ちょっと下がってきても押し目買いという、流れが若干変わってきたところはあるかと思います。住友商事はね、この機合が3820円の買いで3821円のズボンでね、これじゃしんどいから3円の下で買いに行く。3817円を当日かけて、ね、
これインバウンドで今ホテルのあれ調子いいわけ。あ、そう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 。さああと2分で始まるけんど、なかなかいい買い物よりもないな。あら、住んでる人は安いやん。これなんか1817円で買いに行ってけど安く買えとる。な、1817円けど1806円で買えとる。うん。こんなんもあるです。けど先頭部商事はちょっと夕方ちょっとええ買い物やったかな。あ、そうですか。上がってますか。1806円でこれで1840円やから。ほなこれを1806円。はい。その分確かめる。今56円やから50円で売れるわけや。はい、53円な。今54円な。55円で来たら、あ、これ入れちゃう。あと6円で買うたやつが55円で売ったと。それで9万7千円上がったと。これはネットそうです。藤本さん、お見事です。東海理科は現役見通しな。現役見通し。東海理科はな、そうしちゃったな。通期予想は非開示。これ見てくれ。今日の決算発表、これは安かった高速だねんけどね、総日な、こうとこか、今24円やね、21円の注文やから、今27円、29円。あ、総日できたから、これ、書いた。これは今日の決算発表やから、決算プレイでやな。そうそうそう、面白いやるわけや。10時なんか12時半に決算発表やから、1700まずは1700円っていうのもあったわけや。もっと早く言っときや。もう50円な。人はどう思うとね、俺はそう考えて感じたわけや。感じるわけや。そう決算プレイはそれ見たらこうなるね。どうやってね、鼻たこになるわけや。この東海理科は現役決算やけんど、あえて買いに行く。値段は今ちょっと下がり気味やから、ちょっと下で2000飛び10円いこうかな。2010円にな3000円買いに行ったと。なんかできた。何ができたと思う？あ、でもできた。これを帳面に書いていくわけや。やってみるかい？やってみるかい？簡単やろ？簡単には見えるんですけど。水は下へ流れる。リンゴは上から下へ落ちる。もう世の中大原則ですよ。株でも下がれば上がる、上がれば下がる、もうこれ大原則。そう。これはね、505円で3000こうとなるわけよ。はい。7月26日。はい、金曜日や。これ売りたいわけ。はい、そこそこでね。はい、それ狙ってんね。決算悪いわ。双日の株価が急激に下がり始めました。6600円、600円。下は3600円も下がったよな。今安値金や。3601.4円やからな。双日は決算発表の後、一時3600円近くまで下がりました。
しかし藤本さん、このままでは終わりません。5000売りに行きまんねん。はい。これね、まあ値段足してないけどね。はい。今で88回やからね、今90回で90回できたらこれで今88円な、89まで来たわけや。あ、今一番90、あれできた。あ、できた。うん、でも93円や。坪田ラボ5000株を590円で売りました。うん、もう一発いくね。もう一発。現物8万持っとるからね。603円。650いけるんちゃうか。あ、売れるわ。はい。今売れたよ。これ。坪田ラボ5000株を605円で売りました。これで買いにくかったら上に力あるわけよ。うん。11円までいってる。今来た。そばが来た。な。坪田ラボ7900株を625円で売りました。2200残ったわけや。な、うん、今計は20円。これはネット取引。ああ。CM の後、日経 CNBC 岡村キャスターが藤本さんのお宅にお伺いします。じゃあ参ります。こんにちは。はい。はじめまして、岡村と言います。30万って。岡村です。そうやはい。YouTube で見たままの藤本さん。皆さんこんにちは。日経 CNBC キャスターの岡村です。ここからは私が株式投資の魅力について藤本さんにお話を聞いてみたいと思います。藤本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。魅力があるからこそこれだけ長いことやられてるわけですもんね。そうです。普段はまあデイトレードやられてて、デイトレード何がやっぱり魅力ですか？僕はね、漬物と一緒だもんね。漬物と一緒。浅漬け、中漬け、古漬けだ。浅漬けと。すぐ結果が出てくるわな。あ、そうですね。すぐ結果が出る楽しさありますよね。洋服屋と一緒に不良在庫必ずできる。絶対できます。そうですね。どこで切るか、死ぬまで辛抱して持っておくのか。ね。藤本さん結構信用取引使われるし、信用取引怖いものじゃないってことをこの間本にも書かれてますよね。戻ったら数戻るんやから3年かかるか4年かかるか、今度のバルの方がないけど、34年戻きゃ元で買えるんやから、それまで配当もらいながらしとったら何も怖いことあるんや。じゃあ例えば当日は配当利回りが 4.1% とか4.1倍あると。まだこれ消費が増えていくから、まだまだ増配の余地ありますよ。だから配当利回りが 4.1% って今信用金利がまあネット証券で 2.8% ぐらいが多いので、平均したらね。それやったらその金利よりも配当利回りが高いから信用取引使った方が理屈的にもいいじゃんっていう。手数料がめちゃくちゃ安い。手数料もその安くできるし、確かに原則は信用買い減引き。信用買いして減引きから信用で売りで私株、信用で買ってそれを差益決算って言って、その買ったものをすぐ売るんじゃなくて、その買ったものを現実に引き取る。だから信用で売っといて私株。現渡しする。そう、現渡し。その引き取った現物の株で信用で売ったものも返したりとか。それと株はね、友達じゃダメなのよ。株は友達。一回会うたら友達やけど、毎日会うたら親兄弟でしょ。毎日顔合わせてくる。だからそのぐらいならんことには株に親しみを持たなきゃな。でもその買ってすぐ売るっていうのはもうなんか親しみ。そう、友達のこいつはいらない限度でや。それじゃやっぱダメなんですよ。ものすごく深く言ってね。僕お聞きしたいのが、結構今だから新NISAっていう制度とかはこう使った方がいいし、みんな使い始めてる。国が予算を割いて手数料とか税金面を優遇してるんやから、
使わん手はないわな。そうですよね。うん藤本さんがこれまでやってきた60年以上株やられたわけでしょ、その中で新ニーサできたのはこの1年じゃないですか。もし前のニーサはあったけどね。ね、だからもしもっと前にあって藤本さんが今みたいな状態じゃない時にもっとお金が少ない時にもしその制度があったらしますよ。入りますよ。そうやるとして、どういうものをもし今やったら買います？そういう枠をもらえたら。だからまずやっぱりさやな、パーが低くて、純資と PBR が低くて、2番の高いやつな。PR が低い、PBR が低い、高配当利は。そう。それでできたら業績の伸びてる銘柄な。それでいて業売績のり上げが伸びてるぐらい。まあそれが結構ありますもんね。例えば市場スタンダードの市場とかに広げていくとそういうのも結構ありますよね。第一四半期 2% 増収、経常利益 36% 減益、出たか？通期予想修正なし。これ下がるんじゃないですか？どうですか？決算プレイではい2010円で買うてますね。はい。そしてそれが3で前は持っとんねんけど。とか今買い気配じゃないですか。2129円買い。すごいね。それ今から見てみる。すごいじゃん。これから今から見てみる。そうや、どっかりなんですね。229円。この場合は38円とね、この場合を成り切りでいきまんねん。まだ会計やか？買い気配です。よいしょ、これも注文取った。ついたか？2000円で売れたわけや。2000円で寄ったや。できて。ね。それここ利益がおかげなんで70万利益が出て。ごちそうさまでした。みんなでも藤本さん、正直この決算でこの反応はラッキーみたいなとこあります？ラッキーラッキーですよね。これよそれは現役のやつや。ね、この決算のそうやからなんでこんな上がったのか。そうなんや。それが難しいですよね。そうしたから決算やのに。なんでこんな買い物なの？そやから予想よりはいいのちゃうかと。現役は現役でもね。それで僕働いたんや。だから収録でも儲けてるんじゃないですか。これは決算プレイな。分かった？終わった。だからでも3時終わったところの音がいいじゃないですか。そうね、いいでしょ。さてこちらが皆さん見たことあるかもしれないですけど、藤本さんの、著書「現役87歳トレーダー」という本なんですけど、インパクトのあるね本だし、中身も私読ませてもらったんですけど、すごい勉強になります。そうみんなそう言われる。すごい勉強になります。で読みやすいし、この本の編集協力をされたのが、こちら横に座られてる、松田小牧さんという、方がやられたらしいんですけど、どんな方なんでしょう？私はもともと記者をしておりまして、ライターとして独立したところで、こういう本を出すのでちょっと協力していただけないかというところでお話があって、全く株初心者ですけどいいですかって言ったところから始まり、今師匠と仰いでいや大きな師匠ですわ。まだ株そんなに知らないところからこれを書かれた。それがちょっと衝撃で、それはびっくりですわ。でこう書かれてみて株の楽しさみたいなものを感じられたんですか？いや本当に面白いなと思って、今まで本当に経験がなかったので株って怖いものだとしか思ってなかったんですけど、こういうふうに株価って動いていくんだとか、企業ってこういう努力してるんだっていうのが株を始めて見えるようになったなと思ってます。はい、その投資のその良さっていうのはそうやってやってみないと分かんないっていうところもあると思うんですけど、本当にそうですね。でこの5本の中にも相場の格言のコーナーのページあったりするんですけど、松田さんが、この格言好きだなっていうふうに思われたもの何かありますか？好きというか叩き込まれたのが頭と尻尾はくれてやれという格言を、本当に私は一番最初欲が深くて、どうしても高いところまで行っても、まだ行くんじゃないかと、低いところまで行ってもまだ下がるんじゃないかと思って売れないし買えないで株価がまた動いてしまうみたいなところを繰り返していったので、本当にこの格言はずっと頭に入れて、最近ようやくちょっとずつ天井で売れなくても今売ってしまおうかみたいな判断ができるようになってきました。藤本さんはこの格言の中で、昔の格言の中で一番好きなのはどういう格言ですか？これはね、人の行く裏に道ありや、花の山やね。
まあ藤本さんがやられてきたこと、今やられてることもそうですけど、人の行く道の裏やっぱやられてますもんね。そうです。だいたい人とちょっと銘柄ちょっと違うんですよ。ね。まあ銘柄も違いますけど、なんか生活スタイルっていうかまあ今回投資の日、年に1回ね、投資の日に投資をこう頑張っていこう、みんなでこう楽しいものだってことを、どういう形でね広めれることが僕らできるかっていうのは考えてるんですけど、今回それに最もふさわしいねこうコメントをくださるのが藤本さんだと思ってみんなで今日来させてもらったんですけど、投資の日これから株をやるっていう方に何かアドバイスいただけますでしょうか。よくそういうのね、余裕を持ってしないかもね、楽しいですよ株は。ほんまに、勉強せなあかんけどね、単身預金じゃつまらんでと、こんなしたらこんだけ配当もあるよと、優待もあるよと、確かに、松田さんは、今藤本さんをきっかけに始められて楽しさを感じられてるっていう立場から見て、これからやるっていう人にはどういうアドバイスありますか。やっぱり一番最初藤本さんのデイトレードなんで初心者に絶対無理だって思って、いろいろとやり方って試行錯誤してみたんですけど、やっぱり人によってこう合う合わないやり方もあると思うんですよね。でもそれって多分絶対やってみなくちゃ分からなくて、やってみて自分デイトレード面白いと思うのか、インカムゲイン重視が面白いと思うのか、キャピタルゲインで儲けようって思うのかいいのか、本当に人千差万別だと思うので、楽しんで自分はこういうのが得意だとって思うのを見つけることからかなと思います。ということで藤本さん、今日はいやいや、どうも取引を邪魔してすみませんでした。いや邪魔してないですよ本日は株式投資の魅力について藤本茂さんのご自宅で藤本茂さんにお話を伺いました。皆様いかがだったでしょうか。僕も大変勉強になりました。藤本さん、今日はお時間ありがとうございました。では皆さん、さようなら。番組からプレゼントのお知らせです。藤本茂さんのサイン入り書籍を抽選で5名様にプレゼント。日経 CNBC 番組特設ページからお申し込みください。この番組は日本経済新聞社と岩井コスモ証券の提供でお送りしました。